ポタ電なのかモバイルバッテリーなのか、一体どっちなんだい？ディスプレイついてるからコンパクトなポタ電、ケーブルも内蔵しているからこのまま使えるね。ケーブルを忘れても大丈夫。小さなポタ電って初めて聞いたけど、一体どれぐらい使えるんだろうな。なんだこれは。小さいポタ電、モバイルバッテリー、どっちなんだい？いやあ、皆さんこんばんは、七草です。今日の製品はこちら。このサイズのポータブル電源です。これ非常に便利なアイテムだと思いまして気になったんでね、レビューしてみます。モバイルバッテリーとポータブル電源のちょうど真ん中に位置する超小型のポタ電です。その名もアフェリーのナノ100というアイテムです。先に言っておきますと、家庭用の AC コンセント 100V の穴はありません。なので位置づけは強力なモバイルバッテリーのような気もしますが、ポータブル電源メーカーのアフェリーからコンパクトなポータブル電源が登場したということで、その小さなポタ電早速開封していきましょう。昨今モバイルバッテリーの発火問題等ありますので、素材は何を使っているのか等を見ていきたいですね。中身は至ってシンプルでした。はい、全部取り出しました。これで全てです。それじゃあ一つずつ見ていきましょう。まずは本体から。というか今回は本体しかほぼありません。手のひらに乗せるとこれぐらいで、ポタ電のイメージだとだいぶコンパクトです。小さいね。正面下部にはアフェリーのロゴがあって、ここにディスプレイのボタンがあります。真ん中の USB-C ポートは最大 45W の入出力ポートです。インアウトどちらも対応していますので、この製品自体の充電もできますし、この製品からの給電もできます。その隣の USB-A ポートは最大 18W の出力ポートです。こちらはアウトのみですので、この製品からの給電のみです。そしてなんといってもここにディスプレイがついています。これこの後実際につけますが、ディスプレイがあるだけでだいぶポタ電感あるね。はい、そして横一周ぐるーっと見ますが、他ボタンはなさそうです。そして本体の上部、この平らな天板の端っこになんと USB-C のケーブルが埋め込まれています。なので1本分だったらケーブルを用意する必要がないんです。これ本体さえ持っていけば USB-C のケーブルがここにリール式で入っているので、こんな感じでビヨーンと伸ばすことができます。このケーブルが結構長くて71センチまで伸びます。このような USB-C のケーブルです。ケーブルの素材はフラットの編み込み式タイプ、強度が強いやつですね。戻すときは最大まで引けばリールが巻かれて戻っていきます。で、ここのケーブル戻した後もケーブルの先にマグネットがついていて、こんな感じで戻すとピタッとくっつくんですよ。これめっちゃいいね。なので天板もねちゃんとフラットになります。そしてここのケーブル、ここが一番強くて最大 100W の入出力ポートです。ここのケーブルはインアウトどちらも対応しています。あとは底面ですね。ここには製品仕様が書かれています。これは後で説明書で触れます。次ですが、このような変換アダプターが一つ入っていました。片方が USB-C です。もう片方はなんか丸いやつ。これは何に使うかというと、ソーラーパネル付きのモデルを買った人限定になるんですが、このように USB-C のところに変換アダプターをかませて、こっち側にはソーラーパネルのケーブルを差し込むという感じですね。今回ソーラーパネルはありませんので使い道はありません。なんかソーラーパネルを使った充電は日本ではあまり需要がないみたいです。あとは説明書です。厚さはこれぐらい。白黒の本タイプで日本語のページもありました。そして気になる仕様です。まず製品名はナノ100です。容量が 99.2Wh。よくモバイルバッテリーで見られる値だと 31,000mAh です。で、次なんですが、これバッテリーの種類がリン酸鉄リチウムイオン電池なんですよ。どんなバッテリーなのかを一言で説明すると、極めて発火のリスクが低いバッテリーです。釘を刺しても燃えないと言われているバッテリーです。昨今ね、モバイルバッテリーが発火したとかのニュースを見ますが、粗悪品などの一部のリチウムイオン電池はどうしてもリスクがある分、リン酸鉄は安全なバッテリーと言われています。次のサイクル寿命とありますが、これは2000回繰り返して使えるということです。これもリン酸鉄の特徴で、リチウムイオン電池のバッテリーとは比べ物にならない回数が使えます。リチウムイオン電池のモバイルバッテリーは約300回から500回と言われています。それがこのナノ100は2000回です。とんでもねえな。長持ち。はい、そして寸法と重量ですが記載の通りです。 1.1kg あるので結構ずっしりしています。
次ですが、こちらが充電力ですね。はい、先ほど USB-C の2ポートは説明しましたが、この F の方がパワーデリバリー入力で最大 45W です。で、もう一つある M の方、上にケーブルがついている方です。こちらもパワーデリバリー入力で最大 100W です。これ充電早そうだね。あとはソーラー入力で最大 100W。車のシガーソケットからは最大 60W です。出力に関しましては USB-A ポートが一番弱くて最大で 18W となっております。F と M は入力値と同じ最大 45W と 100W で、最大 145W っていうのはこの USB-C の2ポート分を足した最大のワット数ですね。では実際に使っていきましょう。ディスプレイボタンを押します。こんな感じにディスプレイが表示されました。何も操作がない場合、3分後に自動的にディスプレイはオフになりますが、ディスプレイボタンを10回押すことで常時オンにすることもできます。やってみます。はい、今10回押しました。そうしたらこのパーセントが点滅しましたね。こうすると常時ディスプレイはオン状態になります。基本的には常時オンである必要はないと思うので、常時オンモードをオフにするためにもう一度10回押します。はい、そうするとパーセントが点滅から点灯に戻りました。これがデフォルトなんですが、この場合は3分放置でディスプレイがオフになります。はい、そしてディスプレイの内容ですが、ほんとね、ポタ電のように入力のワット数と出力のワット数がリアルタイムにどれぐらい使われているか表示されます。あとはどれぐらいで充電が終わるのかの時間の表示もあります。で、真ん中はこのナノ100自体の充電量です。パーセンテージと電池のゲージで表示されています。はい。ではまず入力のテストをやってみます。今ね、こちらに別のポータブル電源があるんですが、これを家庭用コンセントで充電すると見立ててナノ100に充電してみます。使うポートは最大 60W で出力できる USB-C ポートです。まずはこのナノ100の USB-C ポート、ここですね、最大 45W 対応のインアウトどちらも対応しているポートで試していこうと思います。電源は 60W 出力のポートから取ります。ナノ100側にもつなぎます。はい、どうでしょう。インプット側にワット数が表示されて、真ん中の電池のゲージも進み始めました。これで充電できています。今 60W のポートに挿していますが、42W で出力されています。ナノ100側で見ても 42W です。現在充電が 52% ですが、この場合あと69分で満充電になるみたいです。今ここの最大 45W のポートで試していますので、60W でもらっても 45W 以下に調整されます。では続いて最大 100W 対応のここのUSB-C ケーブルを使って充電してみます。元のポートは同じです。最大 60W の USB-C ポートから充電します。はい、今こんな感じで挿しました。はい、どうでしょう。はい、今は 57W で充電されています。これ今充電している元が 60W で出力しているので 60W 充電となってますが、充電する元がね 100W であったら、ここのポートは最大 100W まで対応しているので、その分早くなりますね。60W ですと先ほどよりも早くなりました。あと52分で充電完了します。はい、続いてアウトプット出力を試していきます。まずはナノ100の USB-A ポートから試していきます。 iPhone17 を充電してみます。はい、ナノ100の USB-A ポートでは 7W で iPhone を充電しています。弱い力でじわじわと優しく充電している感じですね。では続いて C2C のケーブルを使ってナノ100の最大 45W のポートで試していきます。こちらのポートですと現在 iPhone17 は 24W で充電されています。こちらのポートの方が充電は早いですね。ただ時間があるときは USB-A の弱い方を使ってバッテリーに対して優しく充電していくなど、お好きな方で充電していってください。続いて付属のリールケーブル、こちら 100W ですのでこちらを試していきます。はい、最大 100W のポートで試しましたが、現在 iPhone は 44% ほど充電が溜まってるんですが、この時の状況ではここのポートでも 24W の充電になりました。満充電までには 1.9 時間と表示されています。はい、では次に負荷を増やしていきます。複数ポートでの同時充電を試します。1台では 24W でしたが、最大3台分までつなげられますので、この状態で確認したところ合計で 37Wと表示されていました。ただ一番右のスマホだけ 100% 満充電になっているので、その分は出力されてないかもしれません。ただこんな感じで合計のワット数も分かりますよっていうことでした。
こんなに小さくても3台同時充電できます。はい。ではパススルー充電ができるのかというのを試していこうと思います。簡単に説明しますと、このナノ100を充電しながら同時にスマホなどの外部機器も充電できるのかということです。はい、今 57W で充電できています。 56% で充電中ということです。この状態で2台スマホを充電してみましょう。はい、こんな感じでスマホ2台をケーブル接続してみました。今ナノ100に 57W 入ってきていて 23W でスマホ2台に出ていってます。しっかりとねこんな感じでスマホは充電できています。 57W ナノ100に入ってきていて、スマホの充電にこのナノ100から 23W 出ていってるので、ここの差分の 34W でナノ100が今充電できているということです。ナノ100自体のゲージもちゃんと動いてますからね、充電できています。つまりパススルー充電はできます。はい、ちょっと車に来てみました。このチャンネルを見てくださってる方は、このような車で YouTube や Netflix などが見れる AI ボックスを使っている方も多いと思います。その場合、起動に USB ポートを使うので、車によっては1本だけでは起動できなくて2本つながなきゃいけないとかあるので、またはもう1個でもうすでに他のスマホを充電しているとかあると思います。シガーソケット型の USB の充電器を使っている方も多いと思いますが、この辺のポートがもうすでにこういう感じで使われちゃっている場合、このようなねナノ100があると充電に関しても困りませんし、何にせよケーブルがもともとついているので何かと便利だと思います。モバイルバッテリーほど持ち歩きやすくはありませんが、ポタ電に比べるとだいぶ持ち歩きやすいです。なので基本は据え置きで使いながら、キャンプとかどこか出かける時にこのタイプのポタ電、モバイルバッテリーがあるととても便利だと思います。 iPhone もねものによりますが4回から6回ほど充電できます。あと車の USB ポートからナノ100は充電できるのか、これを見ていきたいと思います。まずは車の USB-A ポートから。はい、9W で充電し始めましたと思ったんですが、少し待っていると0に下がりましたね。真ん中の電池のゲージも止まっています。このまま少し待っているとまた 10W ぐらいまで入りましたが、安定せずまた0になったり、この繰り返しをします。車の USB-A ポートからの電力はめちゃくちゃ弱いので安定せず充電はできませんでした。続いて車の USB-C ポートからの充電を試してみます。はい、差し込みましたが 11W 表示してますね。こちらは充電できるのかと思いましたが0になってしまいました。このまましばらく待っていたら 2W で充電され始めて、ここで落ち着きましたね。車の USB-C ポートからの充電ですと、ナノ100の最大 45W までのポートでは 2W 表示で15時間かかると出ています。ここの充電は使い物にならないね。では最大 100W まで対応のここのポートのケーブルで試していきます。 USB-C につなぎます。車のね。はい、ここのケーブルですとだんだん上がっていきまして 15W までいきましたね。14まで下がりました。14、15W ぐらいですね。ナノ100の上のリールのケーブルから車の USB-C ポートにつないだ場合は 15W ほどで充電できています。これだと充電できないことはないですが、やはり車の USB ポートは電力が弱いですね。車でナノ100を充電するときはシガーソケット用のチャージャーが一番良さそうです。ということで今回はアフェリーの小さなポータブル電源モバイルバッテリーナノ100をレビューしてきましたが、いかがでしたでしょうか。据え置きで使うのもいいですし、カバンに入れて持ち歩くこともできるので、キャンプなどのアウトドアや車中泊なんかにもいいと思います。ポタ電と大きく違うのは、冒頭でもお伝えしましたが家庭用コンセントのポートがありません。なのでモバイルバッテリー寄りになるかと思いますが、このようなアイテムを待っていたという方もいるのではないでしょうか。今回視聴者限定のクーポンもありますので、欲しいと思った方はお得にゲットしてください。実質約7500円で買えます。この製品が気になった方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。このチャンネルではアウトランダー PHEV のオーナーが車などで使える便利なアイテムなど自由気ままにレビューしています。よろしければ今回の動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。いいね、コメントでテンション爆上がりします。それじゃあ今日はこの辺で See you again!